月明かりさえ眩しいねこんな日はああ気持ちの先がときめきの境界線からちょっとはみ出しそうそばにいるとだんだん気になる気のないふりしてるのかだんだん涙が心に隠しきれずにだんだん切なくだんだん寂しく好きなの音聞けたらいいのにねニンニクパワーさてと今日は久しぶりに早く帰って母ちゃんとテレビでナイターでも見るかな。あら、富井副部長はここんとこずっと早めにお帰りじゃなかったかしら。そうそう。そういえば副部長の早帰りはナイターが始まってからずっとですわ。何言ってるんです。私はですね、家へ帰ってもテレビを見ながら仕事はするんですよ。誰かさんとは違いますからね。何？このところのプロ野球の勝敗に気が揉めるのはお互い様ですよ。さて俺も早く帰ってラジオでナイター中継でも聞くかな。あら、山岡さんとこテレビがなかったんですか？あるわよ。あるけど壊れたままなのよね。あ、そっか。その修理代がお酒に消えたっていうだけなのよね。うるさいな、もうどうでもいいだろう。さてと、そうと決まったら早く帰らなくっちゃ。また部長に仕事仰せつかっちゃうわよ。そうそう。こないだもこんな熱い本持ってきて、これ明日までに読んどいてくれないかですって。真面目すぎるんだから、うちの部長は。いや、君たち。あ、なんだ、みんなもう帰るのかね。いや、実はこれから文化欄の執筆者の方と打ち合わせがありまして。山岡君は？似たようなもんです。君たちは？私たちも今日みんな家に帰ってやりかけの仕事をしなきゃならないんです。すみません、残念ですわ。そう。間に合わなくてもどうしようかしら。忙しい。そうか。じゃあそういうことなら仕方ないかな。何か。いや、実はさっき運動部長から東京ドームの指定席券をもらったんだが。東京ドーム？指定席ですって？プラチナペーパーよ。君たちがそんなに忙しいんじゃ無理には進められんな。なんだね、トミー君。部長、思い出しましたが、その打ち合わせの件は別に今夜じゃなくても。お願いです。その切符ください。私も今日じゃなくていいです。私も今日じゃなくていいです。俺にも一枚。こら慌てないで。みんなの分はあるじゃん。おい。この球場は全館冷房で涼しいし、それになんといっても打席が間近に見える特等席です。でも残念なことに私たちがひいきにしている東京ギャランツの勢いがここに来ていまいちパッとしないんです。今夜も逆転だギャランツ、頼むぜ。3点リードを許した東京ギャランツ、3回裏にようやくランナーをセカンドに進めました。バッターは3番岡崎。ギャランツこのチャンスを得点に結びつけることができるかどうか。ピッチャーセットポジションから第1球投げ出した。あんな球打っちゃった。打球はボテボテのショートゴロ。ショート取ってランナーを牽制しながらファースト送球。なんと見送ればボールだったのに。こ
れでツーアウトですよ。くそー、せっかく二塁にランナーがいるってのになんてこった。ここらで一発打ってくれないとこっちの体に悪いや。4番ファースト永原、背番号3。よーし行け、ホームランだ。飛ばせ長原。いけいけ。永原打ち気満々です。でも今年の永原ダメなのよね。ほんと去年は入団していきなり3割、ホームラン30、そして4番定着の新人王大暴れしたのにね。そういえば今年はなんだか元気がなくて体の具合も良くないみたい。頑張れうるさいな。みんななんでそんなに暗い話ばっかりするの。もっと明るく永原の未来を信じなさい。信じなさい。さてここで一発永原のホームランが出ますかどうか。じゃあ第1球投げました。ゴロイこれだもんね。どうやら永原の不調は続いているようであります。余裕を見せるピッチャー挑むように第2球ストライク。こりゃダメだ。全然タイミングが合ってないみたい。これはな恥を知れ。どうせ打てないんなら当たれ。ボールに当たれ。ボールに当たって塁に出ろ。そんなこと大声で言わないでください。追い込まれました永原。ピッチャー第3球。おっとランナー走った。山岡さん。山岡。大変。山岡さん、山岡さん、しっかりしてください。はいでしかしよかったな、大したことなくて。だけどついてないな。でも驚いたわ。あんなファウルボールを避けられないなんて。山岡さん、そんなに運動神経鈍いとは思わなかったわ。ああ、富井副部長だってちゃんと逃げてるのにね。そんな言い方ないでしょ。ひどいよ君たちは。とにかくボールに当たれなんてヤジを飛ばすからバチが当たったんですよ、山岡さん。お、はいどちら様でしょう。はい、永原です。永原選手。球団事務所で聞いてゲームが終わってすぐこちらへ駆けつけたんです。わざわざお見舞いに来てくれたんですか。ちょっと失礼します。どうぞ。申し訳ありませんでした。で、当たったところは大丈夫ですか。ああ、ここね。おかげさまで悪かった頭がなんとか人様の半分くらいは働くようになりまして、これで仕事にも身が入ります。こらほらね、この通り結構ピンピンしてるんですから。もうけどさ、結局あの後三振だったんだって。すみません。永原さん、去年のあの勢いは一体どこ行っちゃったの？そうよ、新人王のあなたが。自分でも焦ってるんですが。ま、俺の見たところ今年の君の不調は何か決定的な理由があってのことに決まってるな。我々はね、君の大ファンなんだよ。この際何かできることがあったら遠慮なく言ってくれたまえよ。はい。実は今年は去年よりいい成績を上げなきゃいけないと思ってキャンプでの練習とオープン戦でどうも頑張りすぎたらしくて、公式戦が始まってみるとなんだか疲れが溜まってるんです。それで何か元気がなかったんですね。僕もまだ20歳ですし疲れるなんてありえないと思ったんですが、それで疲労回復のためなら何でもと思い精力のつくものをあれこれ食べてみました。すっぽんとかヤツメウナギとかマムシとか。ありゃ精がつく、効くよ。それにニンニクも毎日欠かさず食べてるんですが。ニンニク？
そういえば永原さん、ずいぶんニンニク臭いわ。すいません。でニンニクをどうやって食べてるの？はあ、1日3回生のニンニクをおろして食べるようにしたんですよ。量は1回に2粒か3粒、合計で1日に丸ごと1個分ぐらいはいつも。それでニンニクをおろしたものをオブラートに包んで薬みたいに飲んでるんですよ。まあそんなにニンニクを生で。それで精がつかないのはなんかおかしいね。一度病院で検査してもらった方がいいわよ。はあ、やっぱりそうですよね。なんだ、そういうことだったのか。それじゃ精がつかないのは当たり前だよ。は？よし、これで君の今シーズンの不調の原因が分かったぜ。ニンニクがどうして精がつかないっていうの？それどういうことですか？山岡、永原選手に説明する義務があるぞ。ま、そいつは明日病院を出てから説明しますよ。はこの辺りって韓国料理のお店がたくさんあるんですね。そう、朝鮮韓国系の住民が多いところなんだ。あ、へえ。美味しいキムチ、韓国産の唐辛子味噌なんかいいものが手に入るよ。この店の主人キムさんは日本に住んでもう20年になる。山岡さん。キムさん、ご無沙汰してます。いやー、どうもどうも。いらっしゃいませ。お世話になります。あんたもしかしてギャランツの永原さん？はい。いやー、嬉しいね。私あんたの大ファンよ。よし、今日は特別に腕によりかけて焼肉の美味しいのをご馳走するよ。いやー、違うんだ、キムさん。キムさん、実は。ニンニク？そうだね。日本人はまだよくニンニクのことを知らないみたいだね。ニンニクは独特の匂いがするでしょ？はあ。これをおろすと匂いが一段と強烈になる。ああ、いかにも体に良さそうですね。さて、それはどうですかね？え、どうしてですか？ニンニクにはアリーンという成分があって、それをすりおろすと細胞の中に含まれているアリナーゼという酵素が働いて、アリーンがアリシンになる。アリーンがアリシン。そう、そのアリシンがニンニクの有効成分なんだよ。アリシンはタンパク質の消化を良くするし、ビタミン B1 の体内への吸収を高める。また微量のゲルマニウムも含まれているんだ。それが体内に酵素を運ぶ働きをするから、疲労回復に役立つんだよ。じゃあいいことだらけですね。ところがね、こうしてすりおろしたニンニクは刺激が強すぎる。空腹時にこれをこのまま飲むと胃を痛めるんだよ。そうなんですか。そういえばおろしたニンニクを飲むといつもしばらくの間胃が痛くて。ああ、やっぱり。それに有効成分のアリシンはかなり強力な殺菌力もあるから、取りすぎると人間の腸の中の役に立つ菌まで殺してしまうことになる。そのために下痢を起こしたりもするんだよ。驚いたな。実はこのところ胃の具合も腸の具合も悪いんです。だからニンニクを取って胃腸を強くしようと、いつもより余計にニンニクを取っていたんですよ。じゃあかえって逆効果だったんですね。
胃腸を痛めてしまったら体力を増強するどころじゃないもの。そういうことだったのか。さあさあ、お待たせしました。これはニンニクをアルミホイルに包んでオーブンの弱火で蒸し焼きにしたものだよ。こっちは蒸し器で蒸したもの。これは油で炒めて味噌で味をつけたものだよ。ああ、これは美味しそうだな。本当ですね。それにみんな火を通してあるものばかりですね。そう。熱を加えると酵素のアリナーゼが壊れて働かなくなるから、アリーンはアリシンにならずアリーンのままになってる。だからあの強烈な匂いがしない。でもそれじゃあ効果がなくなるんじゃないですか？いや、アリナーゼがなければ時間がかかるというだけで、アリーンは結局アリシンになるのさ。だから熱を加えて食べても時間がかかるけど効果は発揮するんだよ。これなら胃を痛めることもないしね。さあどうぞ。じゃいただきます。あいただきます。美味しい。ホクホクして甘くて。この味噌味の油炒め、ご飯のおかずにぴったりだわ。あ、生で食べるよりずっと美味しいだろう。しかも胃腸には害はなくなるんですもんね。そうだ。それじゃあ誰にでも作れるニンニクスープの作り方を教えてあげようか。え、ニンニクスープ？まあこっちへ来なさい。はい。まず牛の脂身に熱を加えて、油の出たところに刻んだニンニクを加えて炒めるんだ。で、ニンニクにほんのり色がついてきたら鶏ガラや牛骨で取ったスープを加える。まあめんどくさければただの水でも構わないよ。スープが煮立ったら戻したわかめを入れ、塩コショウで味付けをして、仕上げにごま油を一たらし入れて、あらもう出来上がりだ。いただきます。いただきます。ああ、うまい。抜群。ほんと美味しいです。油の味とニンニクの味がお互いに引き立て合って、それにわかめもよく合うんですね。ニンニクも柔らかくなってこのうまさは最高だろう。弱った胃腸に染み込んで、なんかこうめきめきと力が湧いてくるみたいですよ。簡単だけど体にはいいんだよ。ニンニクも取り方によってはかえって害になるし、取りすぎてもいけないということさ。そうですね、わかりました。ま、正しいニンニクの取り方をしていれば元気になるし、スランプからも脱出できるってわけだ。はい、おかげさまでもう大丈夫です。ホームランに向かって長原頑張ります。そして1週間後。すごかったわね、ゆうべの長原の活躍。4の4でそのうちホームランが2本。やったわね。打率3割も目の前。ホームランキングだって取れそうよね。いやー嬉しいね。長原の今までのスランプが嘘みたいだよな、山岡ちゃん。わあ。ニンニクパワーです。しかし見たいね、長原の活躍を生でさ。ああ、また誰か切符回してくれないかな。ほんと。さあ早く帰ってテレビ見なくちゃね。やあ君たち。お、部長。実は私今夜は執筆者との打ち合わせがありまして。
何を言ってるんだね君は。山岡君、今運動部長から渡されたんだが、先日のお礼とかで永原選手から今夜の東京ドームの指定席券が何枚か届いているんだ。東京ドームの指定席券いただけるんですか？君じゃない。山岡君、どうやら永原選手に何かサジェスションをしてやったらしいね。何でもニンニクとかなんとか。いや、それで運動部長もそのあたりを特ダネとして後で君に取材したいとか言ってたんだが。せっかくですけどその取材はお断りします。どうしてだね？だって部長、特ダネが記事になって他の球団が真似をしたらそれこそ大変。そうか。そいつは我々永原ファンにとっても企業秘密だな。よし、今夜はみんなで山岡君のサジェスションの効果を取材に行くとするか。私たちもですか？トミー君、君もだよ。本当ですか？うわー、やったやったやった0対0の均衡を破ることができるかどうか。さあ、期待のバッターの登場です。4番ファースト永原、背番号今日までに4試合連続ホームランを打っております永原。記録に残る5試合連続ホームランへの挑戦であります。永原、ニンニクパワーでホームランだ。ピッチャー第1球投げました。山岡、まただ。山岡さん、しっかりしてください山岡さん。本当に申し訳ありません。永原さんたら、でも今度はファールの後の大ホームランだったんですものね。許してあげるどころか大感謝よ。しかしすごかったね。センター越えの大ホーマーだもの。おまけに5試合連続ホームランの大記録、大したもんだ。さすがに本場仕込みのニンニクパワーは効きますね。確かにニンニクは効くな。山岡さん、どうもすみません。同じファールでもこの間よりずっと痛いよ。あいててて。Love is
ビアホールジュピターにはビール継ぎの名人森沢さんがいるんです。ところがジュピターの新オーナーが森沢さんをクビにしてしまったの。オーナーはつまみに腐った枝豆を出したからだって言うんだけど、どうすればいいの山岡さん。違う、それはオーナーの勘違いだ。次回究極のアニメドラマ「おいしんぼビールと枝豆」、夏はやっぱりこれです。お楽しみに。